皆さんこんにちは、ナオトです。今回は僕の好きな漫画家の一人、島田虎之介さんの作品を紹介したいと思います。今回紹介する漫画は、東京命日です。東京命日は島田さんの2作目の作品で、2005年に単行本として発売されました。島田さんの1作目のラストワルツを読んで以来、島田さんの作品を集めていこうと思っているので、最近2作目の東京命日を買いました。島田さんの絵はとてもオリジナリティがあるイラストっぽい絵なので、ぜひ下のリンク先で見てみてください。トーンを使用していないのも特徴の一つだと思います。そして前作と外見が同じキャラクターが登場するのも特徴の一つだと思います。同一の作家が同じキャラクターを俳優のように扱い、異なる作品に様々な役柄で登場させる表現スタイルをスターシステムと呼ぶそうです。ウィキペディアによると、この手法を日本の漫画で初めて使った人は手塚治虫さんみたいです。前作ラストワルツと同じ職業のキャラクターもいますが、基本的には全く別の人物として出てきます。そう考えると映画のようでもあり、島田虎之介さんの中のパラレルワールドのようでもあります。作品の構造も前作と似ていて、様々なキャラクターの視点が存在し、全員が主人公と言えるような作品になっています。ですが、第1話から最終話まで時間軸がバラバラに配置されているので、前作よりかなり複雑な構成になっています。言い換えれば何回でも楽しめる作品になっています。また、キャラクター同士が実際に会ったり、お互いの人生に影響を与え合っているのも前作とは違う点で、むしろそのことがこの作品の核になっていると思います。前作同様、実在した人物の名も多数出てくるんですが、キャラクターとしては出てこないです。東京命日では主にアーティストや作家、ダンサーなどの名前や作品が出てきます。映画監督の小津安二郎、劇作家の寺山修司、ピアニストのミケランジェリ、シンガーソングライターのケイト・ブッシュ、ダンサーのイサドラ・ダンカンなどです。その中でも小津安二郎はこの作品のスタート地点となるような存在で、この作品の物語は小津安二郎の命日に様々な人が彼のお墓がある円覚寺に集っているシーンから始まります。お恥ずかしいことに僕は今まで小津さんの作品を一本も見たことがなかったので、これをいい機会だと思って今いろいろ見ています。漫画の中に出てきた3本の映画、東京物語、東京母食、長屋新四録、そして後書きに書いてあった麦秋をとりあえず見てみました。どの作品も家族や親子のすれ違いなどがテーマで、この漫画ととてもリンクしていると思いました。この漫画の中でも家族の愛やすれ違いが、ある時はいい思い出として、ある時はトラウマとして物語の随所に挿入されていて、各キャラクターの人生の重みがどんどん増していきます。また、漫画の中のオズファンの外国人がドイツ人だというのもとても示唆的だと思いました。東京命日の物語は、CM 制作会社の社員やストリッパー、ピアノの調律師など、一見全く接点のない様々なキャラクターが複雑に絡み合いながら進んでいくんですが、バタフライエフェクトのように、ストリッパーのテーマ曲が CM の曲として使われたり、あるキャラクターがケーキを食べたくなった理由は、すれ違った別のキャラクターの服にバニラエッセンスがついていたからだったりします。このようなことは漫画の中では分かりやすく説明されていないので、注意して読まないと気づかないと思います。僕も一回読んだだけでは全く分かりませんでした。ヒントだけは出して答えは言わない部分もあり、読者によって様々な解釈ができる作りになっていると思います。こういうバタフライエフェクトのような演出からは、僕たちが今この世界で同じ時間を生きているのは当たり前なんかじゃなく、ものすごい数の奇跡の積み重ねの結果なんだというメッセージを感じ取れました。そして東京命日は、
僕たちは思い出や亡くなった方の作品と一緒に生きているということも再認識させてくれました。自分の人生に疑問を抱き続けているキャラクターが作品を通じて迷いを消したり、過去のトラウマから逃れられないキャラクターが作品を通じて人生を次のステップへ進める姿も描かれていて、芸術の力を示している側面もこの漫画にはあります。同じ作品を共有して命日に墓参りをしに人が集まることは、彼らが同じ歴史の上に生きていることを証明する神聖な現象かもしれないです。歴史という縦の軸、今一緒に偶然生きているという横の軸、その2つを一つの作品で表現しているものすごい濃度の漫画だと思いました。ちなみに東京命日ですごいなと思ったテクニックは、ページをめくった時に同じアングルで髪型だけを変えて時が経過しているのを表したり、ページをめくった時に人の影がボーリングのピンになったりする手法です。映画やドラマではよくある手法だと思いますが、それをコマの配置によって読者に能動的に体験させているのはすごいなと思いました。単純にキャラクター一人一人の物語を楽しむのもいいですし、バタフライエフェクトの観点から楽しむのも面白いですし、この作品から感じる言葉にできない何かを確かめるために何度も読み返すのもいいと思います。今は手に入りにくいんですが、皆さんにもぜひ読んでみてほしいです。この動画のスクリプトとこの動画の中で使われた難しい単語の英訳も下のリンク先で見ることができますので、ぜひ見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。